sorry, the number you have dialed is not in service at this time. どうもこんばんは。焼肉ベースかける俊介です。今日は前回の和牛のハラミに続いて、こちらですね。和牛のサガリという部分ですね。こことここにハラミがついてて、それをつなげるぶら下がってるからサガリです。でこれもね、なかなか1頭からねこれぐらいしか取れないんで超希少部位なんですけど、ここはハラミにちょっと似てるんですけど、より赤みが強いというか、こう歯ごたえがしっかりしてさっぱりしている部位になります。でこのハラミのこの血管の部分ですね、この管みたいになってる、これが発元につながって、でそこから心臓につながる部分で、ハラミとつながってるので、このメンブレンですね、皮の部分先に取っていきます。特にこの辺筋が多いので、包丁はしっかり研いでから仕込みしていきます。ハラミはさっき簡単って言ってたけど、サガリは？いや、まあ簡単ですけど、一瞬で終わります。ただこれね、下手くそな人がやるとボロボロになります経験あるな。やっぱね、ただでさえ希少部位なので、こうやって筋が入り組んでるものをさばく時っていうのは結構ね、神経質にはなりますよね。これちょっと薄皮の部分も取っていきます。黒毛和牛のタンとかこのハラミとかサガリもそうなんですけど、やっぱり流通が少ないので、扱ってるお店が少ない分、こうやっぱりお店の人もなかなか練習ができないので、うまくさばける人っていうのは実は少ないんじゃないかなっていうふうに思ってます。でちょっとここの辺にコブがあるので、これを筋に沿って剥がしていきますね。こっちもコブがある。そうなんですよ。でこうやってちょっと指でなぞってあげると、このお肉と筋が分かれる部分があるので、ここを包丁をなぞって入れてあげます。これで一つコブが取れますね。ここに1本太い筋が入ってますので、これを分けていきます。これも筋に沿って入れていきます。で、今ですとこっち側に筋をちょっとつけていきたいので、こっち側はお肉だけ、こっち側に筋を残すっていう感じで入れていきます。筋のちょっと左側を切っていく感じなんだ。でここ結構筋硬いので、より切れる包丁じゃないとちょっと難しいですね。筋左か右かは今の好みです。どっちでもいいと思います。で、しっかりこっちに筋がつきました。でこの筋ね、結構食感があって美味しいので、ここをまずちょっとね、分厚めに筋引いていきます。お肉つけるイメージですね。こういう感じで、この部分筋入ってるんですけど、結構これもお酒のおつまみとして最高ですね。でこういう時は筋しっかり入ってるんで、こういう、出刃とか大きい包丁でこの筋を叩いてあげます。でこれを大体一口大に切って、これ焼いてあげると、珍味みたいな感じですね。でここから切り付けになるんですけど、断面はこんな感じですね。この前のハラミよりは割とさっぱりしてます。パッと見は似てる印象かな、サシの感じとかは。そうですね、隣の部位なんで割とこっちはさっぱり食べれるんで、女性とかが好きですね。はい、じゃあこれちょっと切り付けていきまして、今日も圭介君の試食タイムに移りたいと思います。それでは変わりまして、サガリを焼いていきたいと思います。
サガリは結構分厚めでよく焼きが美味しいよね。そうだね、ハラミと同じようにパリッとした感じで。あんまりね焼いてる時に焼き癖つけたら触んない方がいい。お肉全般そうなんですけど、一回焼いて表面に肉汁がちょっと浮いてくるんですよ。で浮いてきたタイミングでひっくり返すと非常に美味しいですね。でなんであんまりひっくり返さないのがいいかっていうと、ひっくり返すたんびに肉汁が要するに下に落ちていくんですよ。なので一回この肉を焼いて肉汁が出てきて、それをひっくり返して一発で焼き上げるのが一番いいです。そろそろひっくり返してください。はい、ちょうどいいですね、これぐらいの焼き色でしばらくまた置いておく。どうしても焼肉焼くと焼くの難しいって方いらっしゃるんですけど、しっかり教えますんで、本当に焼き方一つで焼肉って味が変わるので参考にしてみてください。だいたいねこのぐらいの肉汁の汗のかき方が焼き上がりのポイントですね。もう大丈夫です。で1個ねちょっと休ませといてください。これで肉汁が今厚切りの肉の中に閉じこもってちょっとこうジューシーなお肉に仕上がるので10秒15秒ぐらい寝かせておいてください。でダイレクトで食べるのもまた熱々で美味しいんで1個ダイレクトでいっていきます。めちゃくちゃうまいなこれ、サガリ。ハラミより好きかもしれない。ハラミよりちょっとさっぱりしてるかな、印象としては。肉汁とかどうですか？めちゃくちゃジューシーで今その熱々の状態1個食べてもらったんですけど、ちょっとね1個寝かして今肉汁がこの分厚い肉の中に滞留してるんですよ。これをまた米の上にバウンドさせて食べると違いますよね。脳がより旨味が詰まってる感じだ。じゃあ次タレで食べてみましょうかな。でもう一個ちょっとね新しい焼き方があるんで、これちょっと見たことない焼き方と思うんですけど、これ片面焼けたらこれねもう一個の肉の上に乗せるんですよ。何それ。これでちょっと放置します。でこれで中にしっかり火を通しつつ、片面はすごいトゥルッとした焦げがつかないような表面、反対側はしっかりこんがり焼いてパリッとした食感を残すっていう、そういう焼き方があるんですよね。ちょっとこう2枚交互にやりながら中まで火通していきます。でこういってる間に下の肉焼き上がったんでタレで食べてみてください。いただきます。めちゃくちゃうまいです。これもう一つの焼き方なんですけど、もうこれ中まで火通ってます。でこちら側はあんまり焼いてない面ですね。こうトゥルッとしてるの分かりますかね。焦げがついてない状態で、こちら側はしっかりパリッと焼けてます。でこれでちょっと食べてみてください。食感が全然変わるので。次全然違う。もう表面と裏面と食感が全然違うから、それぞれ皆さんのいいとこ取りみたいな。ちょっと今の焼き方少し難しいんですけど、片面焼きながらもう一枚のお肉に乗せてあげて、で余熱で中まで火通してあげるっていう結構新しい食べ方だと思うので、初めていろんな食べ方でちょっと試してみてください。今日のサガリはこれで終了となります。また次回お会いしましょう。